パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニング、出張パーソナルトレーニング、LINE パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。とりあえず1回でも OK です。僕はパーソナルトレーニングの指導をしている中で、クライアントの50歳以上の方々には、基本的に全員にスクワットをやってもらっています。その場合はジムなので、バーベルを担いでもらって、スクワットをやってもらっているわけですけれども、これには理由があるんですね。この YouTube の中では、最初は自宅ではバックランジをやってみてくださいね。バックランジをぜひやってください。必ずバックランジをやって足を鍛えてくださいっていうふうには言ってるんですけども、このね、バックランジを進める理由というのは、一つはね、まず体脂肪を燃やしていくためには、手っ取り早く自宅ですぐできるのでやってくださいということですね。で、もう一つは今みたいなバーとか、あるいはスクワットラックというものが必要ではないので、何も道具がないところから始められるので、まずはバックランジをやってくださいというふうに進めています。ただ、50歳以上のクライアントの人たちにスクワットをやってもらっている理由というのは、それはやるべき理由があるからなんですけども、これはスクワットとバックランジ、あるいはブルガリアンスクワットという片足の種目とやっぱり違いがあるからなんですね。バックランジとかブルガリアンスクワットというものは片足でやっていきます。片足でやっていくので、このお尻から下の足というのは強化されて筋肉をつけることもできます。そしてそのスクワットのようにスクワットラックとかバーベルがないのでダンベルとベンチだけでできるということですね。で、スクワットの場合はこの上に重りを乗ってきます。自分のこの肩の位置に重りを乗ってきて、この重さがぐっと体を押さえつけてきます。この押さえつけてきている中でスクワットをやっていくというのは、特にこの時ですね。この時にものすごくお腹、体幹部分の力というのが必要なんですね。この体幹部分の力がなければ崩れてしまうし、あるいは踏ん張って上がることもできないんですね。この体幹部分っていうのは下半身と上半身をつなぐつなぎ目なので、この部分がしっかりと強く固められてない場合には、いくら足で押したとしても上半身が残ってしまうような、こういうスクワットになってしまうので、正しくスクワットをしていくということは、この上半身を上げていくことになるので、お腹を締めてあげるというね、この体幹部分のトレーニングになってくるんですね。だから僕はクライアントの人たちにスクワットをやってもらうのは、足のトレーニングという意味合いは半分ぐらい。だけれども半分はこの体幹部分を強くしてほしくてやってるわけですね。で、これが50歳以上の人の場合、普段立っててもちょっと力が抜けてしまう人が多いわけですね。こういう感じになる人が多いです。なのでこの姿勢をしっかり持ち上げるだけの強い腹筋を作ってもらいたくてスクワットをやってるんですね。だから50歳以上の人にスクワットをやってもらっている意味っていうのは、足を強くすることが半分、腹筋を強くすることが半分ということなんですね。ブルガリアンスクワットでも、ダンベルをこうやって持ってやっていけば、上の方に重りがここに重りがありますからグッと引っ張られているので、この体幹部分を使うんですが、ただ一本足でやってるのはとにかく足の方が辛くて、なかなかこっちの意識ができないというのがあります。だけどスクワットの場合には2本足なので、上に重りを乗せてやっていくスクワットをやっていくと、とにかくね、このお腹の踏ん張り、っていうこのきつい感じがこの辺に生まれるんですね。だから足の感覚よりこの辺りの意識をしやすいというのがスクワットですね。意識をしなければいけない状態ですね。なのでスクワットをやっていくというのは、この50歳以上にとってはここを締めて持ち上げる。こういったかっこ悪い姿勢にならないためにすごく重要ということですね。この姿勢がこの状態のままではやっぱりかっこ悪いので、それは筋肉をつける体脂肪を落とすと同じぐらいのレベルでここを締めてあげるというのは体をかっこよく見せていくコツなので、絶対にこの姿勢を良くしてほしいんですね。で、今日やっていくスクワットというのは、一応自宅でもやれるという感じでやっていきたいので、バーベルは使わないです。バーベルを使わないんですけど、まず最初はダンベルも何もなしでやっていくスクワットをちょっとやってみますね。これ一緒にやってみてください。これがまず基本になりますので、ここから入っていきますね。足は自分の肩がすっぽり入るぐらい開きます。肩が入るぐらいの幅で広げて、そこからでっちりでしゃがんで立ち上がっていく。でっちりでしゃがんで立ち上がっていく。この下ろした時に胸が落ちないように胸、肋骨を持ち上げておいて、それをヘルプするために腕を水平に上げていって腕を下ろしていく。腕を水平まで上げることで胸を上げやすくしておいて立ち上がっていく。絶対に頭が下を向かないように正面を見たままでやっていく。そうすると、この背中腰の反りが作れますね。ある程度背中腰の反りを作る。ここでね。で、この状態で、今腰は使ってるわけですけど、だけどもお腹の力が抜けていいわけではなくて、お腹はカチッとコルセットを締めた状態でやっていきたい。息を吸って降りるんだけども、吸って胸を持ち上げたらちょっと締めた状態を維持しながら、この締めたままで持ち上げてくる。という感じですね。腰も締まってるけど、お腹も締まってる。両方締めて持ち上げてくる。という、ここが大事になってきます。で、足なんですけれども、基本的にはくるぶし、あるいはかかとの真下を踏んでいく。
だけども、つま先は浮くという感じじゃなく、つま先は浮く必要はないけれども、足の裏はべったりついてるんですけども、かかとの真下を踏んでいきますね。で、できるだけお尻を引いて、ももを水平あたりまで下げていく。できるだけね、一番深いのがもも水平ということ。できるだけそのあたりまで頑張っていく。で、まずはこのダンベルを持たないスクワットが、この太ももがほぼ水平まで落ちるようなところまで10回はできるようになってほしいです。で、ここまでできたらダンベルを持っていきます。今日はね、この10キロのダンベルを持ってやっていきますね。で、このダンベルをどこに持つかなんですけれども、よく一般的にあるのが、ダンベルをこの横に持った状態でやっていくスクワットっていうのは見るんですけども、この横に持ってる状態で結構ね、まず邪魔なんですよ。この足に当たってしまって、すごく邪魔でやりづらいです。このぐらいの幅ならいいけど、もうちょっと大きいダンベルになってくると結構邪魔なんですね。さらにはこの状態でやってると、ただでも体の姿勢がこういう風になってしまいそうな50歳以上の人の場合には、この状態で持ってやってると、大体こうなっちゃうんですね。背中が本当にこうなっちゃって、やってる意味があんのかなみたいになっちゃうから、なのでダンベルは上に持ちます。上に持って、こういう形。手首をくるっとひっくり返して、こういう形で持ちますね。手首は何も力入れてなくて、反ったままでこう乗っけてるという状態。これいわゆるね、フロントスクワットって言うんですけども、その状態になってきます。で、ダンベルはこの端っこはちょっと肩に当たって少し乗っけててもいいです。少し乗っけて持ち上げるのをヘルプしてる感じでも構わないです。で、この状態で足、肩幅に開いて、胸を持ち上げながら息を吸って、かかとを踏んで立ち上がる。息を吸って立ち上がる。ももを水平近くまで下ろせるようにできるだけ頑張ってかかとを踏んで、つま先を絶対踏まないように、そして頭が下がらない正面を見たままで胸、肋骨を持ち上げながらやっていく。というダンベルのフロントスクワットですね。で、これはバーベルを肩に担いであるバックスクワットと何が違うのかというと、そのウエイトが乗ってる位置が違うんですね。バーベルを肩に乗っけてる位置よりも今のは前にあります。で、後ろにある状態でも当然グッと押さえつけられるんで、お腹の力、体幹の力っていうのは必要なんですけれども、ただこれが前にある状態だとよりね、ここでグッとこう引っ張られそうになるわけです。これをしっかり持ち上げる力がより必要になってくる。だからバーベルを肩に担ぐのではなく、ダンベルをフロントで構えたフロントスクワットの方が腹筋を鍛える、体幹の力を鍛える、お腹を締めて持ち上げる、その力を鍛えるためにはこの方がいいんですね。で、これがダンベルを下に構えるスクワットの場合は腕がそもそも下に降りているので猫背になりやすい。だけど今のは腕をこういうふうに上に持ち上げてるので肩関節が上にグッと回転してますね。なので胸を持ち上げやすく、前に引っ張れそうになってもお腹を締めて持ち上げるという力を使いやすいですね。猫背になりにくいですね。この状態で猫背だったら結構自分で危ないと思うんで、自然とこう持ち上げちゃうんですよ。なので、このね、ダンベルのフロントスクワットというのは、単に足のトレーニングをやってるだけでなく、結構腹筋を締めてあげるという、その力を養うことができるということですね。で、さらにそれをもっとね、自分で意識してほしいです。こう持った状態で息を吸っとる。で、こっから上がってくるときに、このね、ふっとこういうふうにすると肋骨が締まるじゃないですか。肋骨がキュッと締まる。締めた状態で持ち上がってくる。この状態の時に息を吐き始めますが、この時にふっと締めて、締めたまま持ち上げる。ふっと締めたまま持ち上げる。この胴体という筒がちっちゃい状態にしておいて、締めて持ち上げてくる。締めたまま持ち上げてくるというのを頭の中でイメージしながらやってほしいですね。そんな感じでダンベルのフロントスクワットを10回3セットぐらいやってほしいですね。で、今のようにウエストを締めて持ち上げるというこの力を作っていくということは姿勢を良くするという効果もあるんですけども、この力がついていくと普段からこのお腹を締めて持ち上げる、こういう状態でいられるんですね。これが腹筋の力がなくて悪い姿勢でいると腹筋はどんどん前に流れていく。肋骨もどんどん前に流れていく。同じ体脂肪率だとお腹は太く見えるんですね。だからこのお腹を締めて持ち上げるということができれば、日常ずっとこの姿勢でいられれば、この状態とこの状態でも全然違うので、ウエストが細く見えるんですね。実際に僕が測ってみたところ、4センチか5センチは太さの違いがあるので、締めて持ち上げて、いつも細くしているという状態をキープしてほしいです。で、人の体って長時間いる体勢に慣れてしまう。その方向に体が向かってしまうので、こういう状態でいる人はもうどんどんこの状態の体になっていく。だけども、締めて持ち上げるこの状態で日常いられる人は、この骨格が崩れてウエストが太くなる要素がないので、ウエストを細く保ちやすいということなんですね。で、あとごく一部の人たち、
ボディビルをやってるようなレベルの人たちの話をすると、スクワットをやるとウエストが太くなるという説があったりするんですけど、それはもうボディビルをもう死ぬほどやってる人のレベルであって、このスクワットで言うと、男性で150キロ、170キロやるような場合、女性で90キロ、100キロやるような場合にはウエストが太くなる可能性もありますが、そこまでなく普通にこういう10キロ、10キロ合わせて20キロをやってる感じでは、その体幹が太くなるということは起き得ませんので、逆にウエストが細くなる効果しかありません。なので、そこの部分はね、恐れずにやってほしいと思います。で、このスクワットっていうのはもう週1回、あるいは2週間に1回でもいいです。基本的にはブルガリアンスクワットとかバックランチというものを日常やってもらって、週1回だけ、あるいは2週間に1回でもいいから、このダンベルフロントスクワットをやると、この体幹の力も作れますので、時々取り入れてやってみてください。足のためではなく、お腹のため、全体をかっこよくするために取り入れてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。